そうですね。朝ごはんはしっかりめに食べてます。毎日ハードな運動をするので、カロリーもしっかり取らないとバテてしまうので。私は食べたいものと材料の兼ね合いで作ってます。実家からお米が送られてくるので、主食はパンよりもご飯です。あとインスタントのうどんも大好きでよく食べてますよ。厳しい時もあります。でも今はレッスンに全力で打ち込めることがすごく嬉しいんです。私にとってアイドルはワンツースリー、ワンツースリー。よくなってるぞ有村。もうワンセットいけるか？はい、体力には自信あります。まだまだいけますよ。わお、すごいな。課題曲の振り付けもう完璧に踊れてる。夏の HIF に向けて気合が入っているな。ツバメちゃん嬉しそうだね。会長の本気を引き出すにはライバルは多ければ多いほどいい。姫崎、お前もライバルの一人だぞ。ところでツバメちゃん、ちょっとみんなに協力してほしいことがあるんだ。珍しいな、姫崎の頼み事とは。あのね、広報部の後輩の子に頼まれたんだけど。僕たちの PV？ そう、3年生の日常をテーマにした PV を作りたいんだって。新入生向けに初星学園をアピールする PR 動画ね。去年も作っていたけれど結構注目度の高い PV よ。ギャランティーも少し出るし、カメラも貸してもらえるんだって。カメラは広報部の人じゃなくてリナミが回すの？そうなんだ。スタッフさんのこだわりで、日常を撮るには普段から一緒にいる友達の方がいいって。まあそれはそうかもね。レッスン風景ならわかるが、私たちの日常などそんなに需要があるか？あくまで初星学園の生徒が普段どう過ごしているかを見せたいのだと思うわ。僕は構わないよ。アイドルとして知ってもらうチャンスだし。私ももちろん協力するわ。未来の受験生に初星のいいところを知ってもらいたいもの。ツバメちゃんは？アイドルは常在戦場、故に日常など存在しない。じゃ、ツバメは協力しないの？早とちりするなアリンラ。普段から世話になっている姫崎の頼み事だからな。覚悟の甘い新入生にアイドルは日常の全てがステージなのだと教えてやる。ありがとうツバメちゃん。でも確かにツバメの言う通りかもしれないわね。私にとってアイドルであることは日常と切り離せないものだから、普段の私をとってもあまり面白くないかもしれないわ。セナ会長はそうですよね。普段の立ち居振る舞いから完璧ですから。でも私は知ってますよ。
会長が気を抜いた時たまーに見せるお茶目なところ。お茶目？私が？そんなセナ会長の隠れた魅力も引き出せたらいいなって思います。おはよう2人とも。早朝ランニングとは関心だね。おはようございます、有村先輩。おはようございます。有村真央の朝は早い。寮長として下級生の子を見守っているのだ。朝はバナナと牛乳とゆで卵、それにシリアルが多いかな。カロリーには気をつけているけど割と普通の朝食だね。食後は目覚ましにブラックコーヒーを1杯飲むのが僕のこだわりでね。ブラックコーヒーにはお砂糖とミルクをたっぷり入れるのが寮長のこだわりだ。リナミ、変なナレーションを入れないでくれるかい？ごめんね。でも普段の真央を見せてほしいからあんまり取り繕わないで。取り繕ってはいないよ。朝は1杯のコーヒーを朝食の後は早朝の自主レッスン。レッスンルームは予約しておけば自由に使えます。無理のないスケジュールで毎日のレッスンを休まないことが大事だね。そうだね。アイドルにとってスケジュールの管理はすごく大事。レッスンだけじゃなくて掃除にお洗濯、就寝時間も。リナミ、ごめん。ちょっと待ってて。真央？大丈夫？ボール重そうだけど。運ぶの手伝うよ。グラウンドまで持っていけばいいのかな。困っている子に普通科もアイドル科もないよ。よっと。軽い軽い。それじゃあリナミ、悪いけどまた教室で。アイドル有村真央はとてもかっこいい初星の王子様だ。会長、おはようございます。おはようリナミ、朝から撮影するのね。朝は会長も少しは気を緩めてるかなって。あら、そんなことはないわよ。獣王セナ会長、生徒会長にして初星学園のプリマステラ。ステージ上の私を撮影されることはよくあるけれど、日常の仕事風景を撮られるのは少し照れるわね。では早速会長にインタビューしちゃいます。初星学園の生徒会って普段はどんなお仕事をしているんですか？そうね、ライブイベントを企画したり、天川市の行政とコラボしたり。普通の学校の生徒会とそれほど変わらないと思うけど、あとはアイドル活動関連の特別予算があるのが特徴かしら。会長は毎朝生徒会室でお仕事してますよね。早朝の軽い運動の後は頭が冴えてるから、デスクワークをするにはちょうどいいの。それに朝の優しい日差しの中で小鳥の鳴き声に耳を澄ませていると、早朝レッスンをする子たちの声や部活動の声が聞こえてきて、そんな声を聞くのが結構好きなのよ。
セナ会長は初星学園のことが本当に好きなんですね。ええ、私はアイドルが好き。たくさんのアイドルを育むこの学園が大好き。だから生徒会長として初星学園を少しでもいい場所にできればと思っているわ。初星のプリマステラはステージの上でも生徒会でもみんなを見守ってくれています。姫崎、例の PV の撮影か。つばめちゃんおはよう。副会長の天谷つばめちゃん。普段は厳しいけど本当は優しくて後輩思いでとっても頼りになる相棒よ。相棒ではない、ライバルだ。ねえリナミ、仕事風景だけだとちょっと地味じゃないかしら。これがいいんです。テーマはアイドルの日常なので、今週末は休日のみんなに密着させてもらいます。ステージでは見られないセナ会長やつばめちゃんの素顔もっと見せてくださいね。アイドルの日常休日編。みんな今日は協力してくれてありがとう。結構久しぶりだよね、この4人で遊ぶの。そういえばそうね。1年生の頃はみんなで先輩たちのライブを見に行ったりしていたけど、3年生になるとスケジュールを合わせるのも難しいからな。こんな機会でもなければみんなで遊びに行くことなんてなかったかもしれないわね。ありがとうリナミ。今日は1年生に戻ったつもりで目いっぱい遊びましょう。アイドルショップ楽しかったわね。推しのグッズたくさん買ってしまったわ。セナ会長本当にアイドルが大好きなんですね。後で遊園地に行くのに買いすぎだバカ者。驚いたよ、セナ会長のブロマイドも販売してるなんて。去年プリマステラを取った時の記念ブロマイドね。ちゃんと初星学園公認のグッズよ。無論私は全種類集めているがな。そうなんだ。ところでお昼はどこで食べますか？商店街におすすめのたこ焼き屋さんがあるよ。有村お墨付きの粉物か。それなら間違いないな。みんなで行きたいお店があるのだけどいいかしら。会長の行きたいお店？それはちょっと気になるね。レストランですか？いいえ、コトネバーガーよ。初めてお店のハンバーガーを食べてね、すっごく美味しかったの。琴音バーガーなんてお店はないよ。琴音ちゃんがアルバイトしてるハンバーガーのお店ですね。あそこよ、早く行きましょう。いらっしゃいまー。セナ会長。あら、奇遇ね、ことね。きなみ先輩とモー先輩、副会長もみんなで来てくれたんですか？なんだか前に来た時と反応が違う気がするわ。あの時
はびっくりしたんですよ。ハンバーガー30個も頼むし、セナ会長も来てくれて普通に嬉しいですよ。ことね。ご注文はどうされますか？今ならフェアメニューがお得で。そうね。このハッピーウインクを一ついただけるかしら。ほら、メニューのここにあるハッピーウインク0円って。フェアのセットを一つ頼むよ。会長も同じのでいいね。ご注文ありがとうございます。さあ、席に行くよ、会長。待って、まだハッピーウインクの注文が。おいしい。久しぶりに食べたよ。和風の照り焼き味がいいよね。照り焼き味初めて食べたわ。とっても美味しいわね。口元にソースがついてるぞ。私としたことが。油断した会長、初めて見ました。食べ慣れていないのよ。しょうがないじゃない。セナ会長がここでハンバーガーを食べてるって知ったら、ファンの子はみんな驚くだろうね。普段の会長のこんな魅力もみんなに知ってもらえたらいいな。もうからかわないで。でも楽しいわね。放課後とかにみんなでファーストフードのお店に寄るの、ちょっとした夢だったのよ。こんな風にみんなとたわいもないおしゃべりをして過ごす時間はもうあまり残されていないのかもしれない。プロのアイドルになってアイドル活動が忙しくなると、学生らしい体験をする機会はどうしても減ってくるわ。いえ、アイドル化に進んだ時点で普通の学生生活とはやっぱり違うのでしょうし。でもアイドルが歌うのは普通の人の気持ち。それを忘れてしまってはファンの方の共感を得ることはできないわ。そうだな。この時間は得難い貴重な青春の経験だ。こんな素敵な時間を過ごせたのはリナミのおかげね。ありがとう。そんなわけで3年生のみんなで天川市の遊園地に来ました。この遊園地、初星学園の学生には結構馴染み深い場所です。イベントやライブなんかでよくお世話になるわね。有村、ジェットコースターがあるぞ。いいね。僕絶叫系は結構得意だよ。ジェットコースターは後にした方が。そうね、最初はおとなしめの乗り物にしましょう。メリーゴーランド久しぶりだな。僕はこの白馬にするよ。どうだいリナミ。まお、かっこいいよ。リナミ姫、城までお連れします。僕の腰につかまってください。王子様。実家の馬より少し小さいのね。
どれにしようかしら。乗馬の心得なら私もあるぞ。どちらが速いか勝負するか。負けないわよ。どの馬もスピードは変わらないよ。ジェットコースター楽しかったわね。落ちるときセナ会長の手握っちゃいました。恥ずかしい。僕はずっと両手話だったよ。有村は目を閉じていただろ。ちゃんと見ていたぞ。閉じてないよ。ちゃんと薄目を開けてたからね。なんだか時間あっという間に過ぎちゃうね。次は何に乗る？夕方から遊園地の敷地を使った謎解きゲームがあるそうよ。謎を解きながらゾンビにあふれた遊園地から逃げ出すんですって。ほう、楽しそうだな。しかし有村は怖いのは苦手か？そんなことないよ。どうせ被り物だろ。謎解きは2人組のチームで挑むみたいだね。それじゃグーパーでチームを決めようか。私とツバメちゃん、マオとセナ会長のチームだね。よろしくマオ、頼りにしているわ。ああ、よろしく頼むよ。それじゃあ後でステージ前で待ち合わせね。早く行くぞ姫崎。この勝負早い者勝ちだ。待ってツバメちゃん。ここの謎はパズル問題ね。どこかにヒントがあるはずだけど。さっきのは簡単だったけど、こっちはちょっと難しいね。セナと二人きり、ちょっと気まずいな。なんだかんだリナミかツバメがいることが多いから、二人になることあんまりないんだよね。さっきの観覧車のところにヒントがあったのかしら。最初はライバルだと思ってた。だけど僕が地面でもがいている間に君は高く高く羽ばたいて、その背中を追いかけることも追いかける資格もなくなってしまった。一旦元の場所に戻った方がいいかもしれないわね。君はどこか憧れたあの人に似ている気がして。ステージで輝く一番星が僕にはひどく眩しくて、ずっと目をそらしてきたんだ。マオ、どうしたの？ああ、謎解きを考えていてね。一度観覧車の方に戻ろうか。そうね。そういえばマオと二人で遊ぶことってあんまりなかったわね。そうだね。僕は生徒会のメンバーじゃないし。楽しいわね。おう。私はみんなのプリマステラだから、
イドルの模範でなければならない。ステージの上でも、生徒会長としても、プライベートの日常でもでもそれが窮屈とは思わない。アイドルは私の人生のすべて。そのことに誇りを持っているわ。マオが王子様であることを貫こうとしているように。でも今日は不覚にも完璧な獣王セナであることを忘れて無邪気に楽しんでる私がいる。私を慕ってくれる後輩たちの前では絶対に見せられない姿ね。まったくこの人はかなわないな。HIF で争うプリマステラに対して不遜かもしれないけど、一つ僕から君にアドバイスをさせてもらうよ。何かしら？ステージの上の獣王セナは誰よりもまばゆく輝いている。だけどアイドルが大好きな素の君もとても魅力的だと思うし、その笑顔ステージでも見せてくれたらきっとみんな君のことが好きになってしまうよ。ありがとう。さあ次の謎を解きに行こう。ゾンビに見つからないように。マオが会長とあんな風に話してるの初めて見たかも。姫崎、どうした？ううんちょっとあっちで休もうか。ああ、かなり歩き回ったからな。謎もここで解いてしまおう。クロスワードパズルは結構得意なんだ。それじゃあツバメちゃんに任せるね。悪くないな。たまには童心に帰って遊ぶのも。ツバメちゃん？セナも少しだけ幼い頃の顔に戻っていた気がする。さすが幼馴染だね。まあな。夏の HIF を前に気を張りすぎていたようだからな。奴にとっていい息抜きになったはずだ。それならよかった。私も1週間みんなの日常を追いかけてきてね。みんなのこと、アイドルのこと、もっと好きになれたよ。最近ね、ちょっと自信なくしてたんだ。セナ会長が私のことライバルって言ってくれたのに、私だけ足踏みしたままで、ツバメちゃんもマオも前に進んでて、もしかしてみんなと比べてアイドルになりたい気持ちが、アイドルを好きな気持ちが弱いのかなって焦って不安になってた。姫崎。でも今はね、そんなのは思い過ごしだった。ステージの上でキラキラ輝くアイドルが好き。ステージの上じゃなくてもキラキラ輝くみんなが好き。マオもツバメちゃんもセナ会長も日常でもやっ
ぱりアイドルでずっとキラキラ輝いてた。きっとみんな夢を見て夢を見せようとしているからだと思う。私たちは日常もステージもずっとアイドルなんだ。そんなこと当たり前じゃないのか。そうだね、当たり前だったんだ。マオと会長？ゾンビに追われているようだな。会長、こっちが安全地帯だよ。脱出成功だね。時間ギリギリだったわね。タイムは会長チームに一歩及ばずか。ゾンビに追われるのはゴリゴリだけど楽しかったよ。リナミが企画してくれたおかげね。ありがとう。こちらこそみんなありがとう。どうする？最後にもう一回ジェットコースター乗る？待って、もうすぐステージでアイドルのライブがあるそうよ。去年初星を卒業した獣王プロのユニットだって。へえ、僕たちの先輩か。みんなで応援に行こう。こんなこともあろうかとペンライトを常備しているの。用意周到だね。天川市では街中で突然ライブが始まる可能性があるもの。それじゃあみんなの応援してる姿もバッチリ撮っちゃうね。リナミ、ここからはカメラは僕が回すよ。リナミの日常はまだ撮ってないだろ？私はいいよ。姫崎、自分だけ恥ずかしい姿を撮られないとでも思ったか。これから1週間アイドル姫崎リナミの日常の魅力をたっぷり撮らせてもらうから。覚悟しなよ、リナミ。あなたにとってアイドルとは？私にとってアイドルはステージの上でキラキラ輝く星、そしてステージを降りた日常でも夢を追いかける姿がキラキラ輝いてみんなに元気を分けられる、そんな憧れです。